はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は50代以降ね、年齢的には若くない年代に入ってきております。私たちね、52歳、もうすぐ53歳になります。決して若くない年齢ですので、白髪が出たりとかシワが出たりシミが出たりね、肌や髪なんかね、衰えていっている年代となります。それでも生き生きしてる人、楽しく生きている人っていうのは若々しく見えます。もちろんね、スキンケアやサプリメントなので衰えていく生命力を補うっていうのも一つのアンチエイジングのアイデアとなると思いますが、それよりも大事だと思う内側からの生命力を引き出していく習慣について今日はお話ししていきたいと思います。私が実際感じて実践している若さを保つ4つの秘訣についてシェアしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。まず1つ目はね、ストレスを抜く心のデトックスということでね、やっぱり毎日ね、いろんなことありますよね。私も日々いろいろこれでもね、あるんですよね。でも生きていれば必ず何かしらあります。どんなにね、絶世の美人でしたりとか大富豪とかね、そういう人たちも私たちよりね、多分もっともっといろんなことがあると思います。そのね、ストレスっていうのがやっぱり人を悩ませて、それが老け込む原因っていうのもね、一つあります。悩みすぎて頭の中にね、ぐる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 同じことをずっと考えちゃってね、もうそこから抜け出せない。悩んでるとやっぱ眉間にね、シワが寄って暗い感じのね、雰囲気をね、まとってしまいます。それがね、ひいては体調不良、あと精神的なね、疾患、うつなんかにもね、なっていってしまいます。私のストレスから抜ける方法っていうのは、まずね、すごくショックなことがあったその光景っていうのがもう頭の中にね、へばりついちゃってると思うんですけれども、もうそれを考えないぐらい何かにね、夢中になる。例えばね、すごいカーディオ運動してそんなこと考えられないぐらいちょっと疲れてみる。それも一つの案ですよね。私はあんまりマラソンできないですけど、もうすごいね、走って疲れてみるとかね。私はダンスとかね、エアロビクスとか大好きなので、嫌なことがあるととりあえずダンスエクササイズの YouTube とかでもうすごい汗をかいて、もうそのことを考えられないぐらい疲れてみる。あとはね、もう本当にそのことで悲しくてもうどうしようもないって思ったら、その感情をね、思いっきり一回出しちゃう。例えば言えるようなね、相談できるような友達がいれば、その友達に言ってみる。心のね、泥を全部吐いてみる。チャット GPT にね、そういうことあったんだけど、こうでこうで、もう汚い言葉でもいいですし、もうこんなことがあって、あいつもうめっちゃ絶対許せねえみたいな感じにね、もう全部ね、洗いざらい言ってみる。あとはノートにね、書いてみる。チャット GPT はいろいろね、答えてくれるので、その分ね、慰めてくれたりとかね、するので、おすすめの一つのね、ストレスの抜き方かなと思います。あとはね、本当に涙が止まらないんだったらね、もう涙が枯れるまで泣く。で、とりあえずどん底までもう泣いてみる。それね、私結構ね、いいと思うんですよね。一回下まで行っちゃうと、もうね、泣いてることすらバカらしくなってね、上がってくるので、もうとりあえずもう泣くだけ泣く、叫ぶだけ叫ぶみたいなね、そういうのもいいかなと思います。あとはね、本当に寝る。心もね、体も疲れてたりすると、本当にね、死んだように眠るっていうのはね、とってもいい回復方法になります。私もね、すっごい疲れてたりとか、もう心が落ち込んでる時とかはね、10時間ぐらいで寝ちゃったりするんですけど、もうね、寝るとやっぱりね、体も心もね、ちょっとずつ改善します。あとはね、夢を見たりとかするんですよね。心が傷ついてる時って夢で自分のことを治してくれたりとかするような夢をね、見たりするんですよ。夢の中で、だからこういうことが起こったんだみたいに、自分の中でその起きてしまったショックなことを、解決できるようなね、夢を見たりしました。自分の心がね、救われるような、そんな感じがしました。
なのでね、寝るっていうことはねすごくいい解決方法かなと思います。あとはね、海に行ったりとか川に行ったりとか森に行ったりとか大自然の中に行くっていうことがすごく自分のね心のねデトックスになることが多いです。森や海になかなか行けないよっていう人は近くの公園でもいいです。とりあえずね、木がある、水がある、もう噴水でもいいですよね。なんかそういう鳥とかがねチュン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 ってしてるようなものを見たり、音を聞いたり、風が吹く音ですとかね、川が流れる水がねチャパ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 っていう音ですとかね、それだけでもねかなりデトックスになります。もう受けたストレスをね自分の中に溜めない、すぐ出すっていうのが本当にね一番の心をね守る方法になると思います。コルチゾールっていうねものがねストレスを抱えると出てくるんですね。それがねシミやたるみ、アンチエイジングに大敵なねものになります。ストレスがね溜まると一夜にしてね白髪が増えるなんてこともあります。ストレスイコール老化につながるんですよね。これは本当直結していることだと思います。ストレスを抜くっていうことがねアンチエイジングへの第一歩になると思います。汗をかいたり自然の中に行ったりとかするとね、やっぱり自律神経っていうのが整ってきます。自律神経が整うとメンタル的に重い気持ちっていうのがねどんどん軽くなっていきます。あと呼吸ね、自然の中で深呼吸、本当にそれもね一番いい自律神経の整え方だと思います。自律神経がね狂ってくると眠れないとかね、イライラする、神経質になる、あと感情的になるとかね、本当にね全部悪い方向へとねいきますのでね、自律神経を整えてリラックスする、それをね考えるようにしましょう。第2に、定期的な運動で体を整えるっていうのも大事になってきます。運動っていうとね本当にただダイエット目的だと思っている方も多いかもしれません。運動が大事っていうのは痩せるためだけの意味ではありません。運動するとまず筋肉がつきます。筋肉っていうのはやっぱり体をねきちんと正常に機能させるために必要なものですよね。筋肉っていうのは若さの土台となります。運動をする、多少の負荷がかかると成長ホルモンっていうのがね出てきます。成長ホルモンが促進されることで細胞が常に若くいられるっていうことで、アンチエイジングになります。あとね、私はリウマチ持ちなので朝起きたらまずちょっと体こわばってたりね、手が痛いとかね、そういうことが多いんですけれども、やっぱりそういうね痛みを感じるっていうのはね生活する中で本当に辛いんですよね。50過ぎたらどっかが痛いっていうのはね皆さん感じてるかと思います。そのね痛みっていうのは若い時にはねなかったはずですよね。やっぱり痛みを感じる、老化してる、直接的に老化してるっていうことをねやっぱ感じると思います。筋肉を保っているとねやっぱりね痛みが出てくるっていうことが少なくなってくるんですよね。きちんと体をサポートしていろんなね機能が保たれていくので、そういうね痛みからも遠くなります。私もね五十肩とかがねよく再発してしまうので、再発しないように常にね背中を鍛えたり肩甲骨を回したりとかね、あとは私は死ぬまでちゃんと自分で歩いてね生きていきたいので、やっぱ下半身をね鍛えていきたいと思っているので、スクワットとかね重要視してトレーニングに取り入れております。多少の負荷がかかると筋肉っていうのはねもっとキープされ育っていきますので、最近はね自重トレーニングに加えてちょっとしたねダンベル運動っていうのも取り入れています。年を取ったからもう運動をやめよう、ちょっと痛いから運動をやめようっていうよりは、痛みが出てきたからこそそこでサポートする筋肉をもっと鍛えないといけないので、痛い時無理やり動くっていうよりは、痛みをね緩和しつつ、そこの痛くなっている部分をサポートする筋肉っていうのはどこなのかなっていうのを考えて、それをね常に動かして
ストレッチして、体をねメンテナンスしていかないといけないかなと思っております。定期的な運動しましょう。あと3つ目、健康的な食事。体を作る材料ですよね。私も若い時はもうカロリー主義者だったので、栄養素とかね全く考えてなかったんですよね。私の時代はね、コンビニでねお弁当を買ったりとか、あとおにぎり買ったりとかね、惣菜パン買ったりとか、そういうことがね自分が子供の頃にやっと出てきた感じだったんですよ。なので、なんて素晴らしいんだ、なんて簡単に美味しいものが手に入るんだっていう感じでね、コンビニのおにぎりをね、お母さんが作るおにぎりよりも好んで食べていました。浅はか。そういう時代だったんですけれども、もうね皆さん知ってますよね。コンビニのご飯がただのご飯ではないっていうことぐらいね、いろんなものが混ざっております。工場でねできている食品っていうものにはいろんなものが、添加物がね混ざっています。なので絶対的にね、お家で作るおにぎりやサンドイッチなんかとはねまるっきり違うっていうことはね、皆さんはちゃんと知ってるとは思いますけれども、そういうのをね意識してちゃんと食べるっていうことが重要かなと思います。自然からできてるちゃんとしたね食べ物、栄養のある食べ物をいただくっていうことは、それだけでね健康な体を作る源になると私は思っています。季節のお野菜をいただくっていうのは、その時にね一番栄養がある、一番エネルギーがあるものを、それをね体に入れるっていうことはね、そのエネルギーを体に入れるっていうことですよね。生命力がさらに取り入れられるっていうことですのでね、私はお肉もたまにはいただきますけれども、命をいただく、生命力をいただくっていうことになりますので、感謝していただいて、命を自分の中でね消化して排泄して、また地球に戻す。本当昔私のおじいちゃんおばあちゃんのお家なんかはね、声だめみたいなのがあったんですよ。農家だったのでね、自分たちが排泄したものを畑なんかに撒いて肥料として使って、そこからまたね作物を育てたりとかしてね、うまくサイクルしてたんですよね。それがやっぱり一番今ね目指さなきゃいけない、帰らなきゃいけないところかなと思うんですけど、うまくねサイクルされてたんですよ。人工的なものとかもね、生活の中では決して逃れられないものなんですけれども、それをねなるべくあんまりできるだけ取らないように、今の世の中ねいろんなチョイスができます。若くてね忙しくてもうそんなこと言ってられないと、まだね若くて自分たちのねエネルギーがあるので、毒を体に入れても多少ね抵抗できるかと思います。ただ私たちぐらいねちょっと体の生命力が衰えている人たちにとってみたら、毒ばっかり取っていくと自分のね抵抗力がない状態で取っていますので、やっぱりね病気につながります。あとねどんどんやっぱり老化していきます。加工食品からは逃れられないんですけれども、なるべくね超加工食品は取らない。本当お弁当ですとかね、冷凍食品ですとか、カップラーメンですとかね、お惣菜パン、菓子パンなんかはねやっぱり取らないようにするっていうことはね、自分でねチョイスできます。あとね本当にお家で作ったお料理の方がね、節約になりますし、そんなね難しい料理を作る必要もないんですよね。なので新鮮な野菜を買ってきて、ちょっと茹でたりとかね、スープにしたりとか、お味噌汁作ってみたりとか、ちょっとね焼いてみたりとかしてシンプルに食べるっていうのが一番ね健康にいいかなと思います。私のねお家にある調味料はお醤油はもうシンプルに麹、塩、大豆、もうそれだけ、有機醤油みたいなのを買っております。あとねお味噌は自分でね作っております。あと酢もリンゴ酢ね、それもねちゃんとそのねノー GMO がついている、ちょっと下にねちょっと沈殿物があるやつ、
それをこう振ってね使っております。サラダなんかは一番搾りのオリーブオイルとそのビネガーと平釜の沖縄の塩みたいなね、そういうのと、あと胡椒もね、粗挽きのクチャ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 ってこうするやつね、あれでもうそれだけが一番美味しいかなと思います。ドレッシングもねすごい超加工調味料なので、なるべく使わない方がねいいかなと思います。ケチャップも手作りしております。調味料がね一番ね手軽に添加物をね取ってしまう甘い罠というかね、なので私はねいくらねシンプルにお料理しても、それにねケチャップかけてみたりとかウスターソースかけてみたりとかしちゃうと、もうそれだけでね台無しになってしまうので、調味料ね気をつけましょう。そういうねことからちょっと気をつけていくとね、結構ね自分の中の食べ物の質が変わってくるかなと思います。で、健康的なね食事をとるっていうことが、直接的にね自分の体を作る、そういう要素になりますので気をつけましょう。あと食べ物で言うとね、本当食べ物が腸内環境をね悪化させることも、良くすることもね食べ物次第になってきます。腸内環境、腸内のバクテリアっていうのは人それぞれね本当に違いがあるんですよね。自分の環境でね適したバクテリアがやっぱり腸内細菌がねはびこっております。で、セロトニンっていうね幸せホルモンっていうのが皆さん聞いたことあると思うんですけれども、そのセロトニンっていうのはねもうほぼ 90% は腸で作られます。腸の環境が悪いとね幸せホルモンっていうのが出にくくなってしまうんですよね。もう腸内環境で幸せホルモンが作られなくなってしまうと、やっぱりねストレスも溜まりやすくなってしまいます。腸の一環じゃないですけど、本当にね腸のコンディションをねうまく保って良い腸内細菌を育てるっていうことは、自分のねメンタルを正しく幸せに保つことの第一歩にもなります。なのでね、食べ物気をつけましょう。あと最後になります。今までストレスについて、運動について、食べ物について語ってきました。あとね、何が必要？生活に楽しみですよね。皆さんなんか趣味ありますか？私はね好きなことがありすぎて本当にね足りないんですけど、24時間が何でもいいです。皆さんね好きなことをしましょう。それが、今までねこれ4つ目なんですけど、何をなくしてもこれが一番大事かなと思います。好きなことをしているとそれだけでストレスも解消できるし、ワクワクする心っていうのは本当にねその幸せホルモンっていうのをねセロトニンを出してくれます。あとね、ワクワクするとそれだけで肌がね若返るんですよ。血色も良くなるし、心臓がね血液をね活発に動かしてくれますよね。考えただけでもワクワクしますよね。私は昔から漫画やねアニメを見るのが本当に好きなんですけど、そういうイベントに行ってみたりとか、あとはねファッションも好きなのでおしゃれをしたりとかね、そうするだけでワクワクしますよね。あとは昔からね絵を描いたりとか漫画描いたりとか、何かにねそういうチャレンジしながらどんどんね上達していくことも私はすごく好きで、自分の趣味イコール何かしらねチャレンジすることが多いんですよね。何かを作ったりとかね、そういうことをしていると本当に時間を忘れてねもう集中してできるんですけど、一つに集中するとなんか嫌なことがあったとしてもそのことをねやっぱ忘れられるんですよ。1で話したこともねこれに通じてきます。気にしない、何にも気にしない、本当にねゲームしたりとかでもいいですし、本読んだりとかしてもいいですし、それをしている時って自分の年齢のこととか気にします？しないですよね。私たまにねコスプレとかもするんですけど、日本だとねやっぱり50にもなってコスプレみたいなって思われるかもしれないんですが、私ね今アメリカにいるので、アメリカにねいたらね別に誰でもコスプレするんですよ。そういうアニメイベントに行くときはね
別におばあちゃんもコスプレしてますし、誰も私が50とは思わないコスプレを私の技術も使ってね、いろいろしてやっていくんですけど、そういうのもね本当に楽しい。自分が変われる。あとはね、歌を歌ったりとかね、歌を歌いながらね、ダンスしながらなんかお掃除したりとか、あとはシャワー浴びながら宇多田ヒカルになったつもりで、もうすごいその PV を演じてみたりとかね、自分じゃない自分を演じてみたりすると、それだけでもねストレスも忘れるし、ほんと若々しくいられるね秘訣かなとも思います。さっきも言いました、ドキドキする、ワクワクする、それだけでもねアンチエイジングのねホルモンが出てきます。夢中になんかなって何にも違うこと考えられない、もうゾーンですよね。ゾーンの状態に入るっていうのはなんかねフロー状態っていうらしいんですよ。もう夢中になってると脳みそのねこの前の方の前頭前野が活発になると、そこがね幸福感をねすごいアップしてくれるらしいんですね。それがもう自分たちを幸せにねしてくれる秘訣になります。もう推し活なんか言ってね、もう大好きなアイドル見てわーって叫ぶ、もう本当もう考えただけでも嬉しい、なんかワクワクしてきちゃった。そのねドーパミンを分泌してくれるとね、やっぱり脳がね活性化します。あとはね本当にやっぱ好きなことをねやっている人っていうのは、それがねない人よりも長生きするっていうねデータもあるそうです。なのでね、やっぱりドキドキワクワク好きな人がいる、好きなことをするっていうのはね、生き生き生きるっていうことのね一番重要なポイントかなと思います。そのことについて話してるだけでもワクワクしてきました。私はね日本にいる時ね、すごいやっぱりね仕事が忙しかったり、ちょっとストレスがやっぱりかかる現場だったんですよね。なんですけど、私はももクロちゃん子さんのファンなのでももクロのねライブに行って叫ぶ、本当にねそれだけでストレスがねバンバン抜けていくのを感じましたし、生きてるっていうことをすごく感じられたのでね、皆さんもそうやってね自分が夢中になれることっていうのを見つけて、それを大事にして生きていくと、もう他の人がね、あの人何いい年こいてあのアイドル推してるのみたいな風にね、もし言われたとしてもそれが何っていう感じじゃないですか。その人たちは自分たちが何もそういうものをね見つけられないから、そういうことのね楽しみを知らないから、そうやってね言ってるだけなんですよ。なので気にしなくていい。はい、ということでね、今日は若々しく生き生きと生きていくための秘訣4つっていうことでねお話ししていきました。ストレスを抜く、定期的な運動をする、健康な食事、あとはね好きなことをする、その4つです。私はねもう最後の好きなことをするだけしてても全然いいかなと思います。究極的にはね全部タダでできることですので、ちょっとしたね気づき、ちょっとしたそれに集中することだけでねメンタルの持ち方っていうのがね変わってくると思います。ほんとちょっとしたことなんですよね。習慣化する、気づく、それを選択する、それだけでも人生がね結構好転していくかなと思います。50代以降もね常に若々しく生きていきましょう。私も楽しく生きています。はい、ということで今日の動画が役に立ったなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、もし高評価していただけたらハイプ機能っていうのがね最近できましたので、もっともっと高評価と思ってくれた方はそのハイプもね押してください。そうするとね YouTube さんもねもっと拡散してくれると思います。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。